皆さんこんにちは。マナー講師の野関美子です。さあ、今回はお客様に対する謝罪についてお話をしてみたいと思います。申し訳ございません。申し訳ございません。申し訳ございませんって3回謝ったらお客様逆上なんてことになりかねませんよ。最後までお付き合いをお願いします。さあ、ということでお客様を怒らせない方がいいけれども、やはり謝らなければいけないというようなビジネスシーンってありますよね。今日は謝罪について気をつけたい、そしてスキルを上げておきたい3つのポイントについてお話をしてみたいと思います。まずは先ほど3回申し訳ございませんって言うとお客様逆上しちゃうよっていうお話しましたね。で、これって実は、3回でなくてもよくあるケースなんです。一番私たちが気をつけたいのは1つ目、言葉のボキャブラリーを持つことです。お客様ってやはり自分の怒り、悔しいとか悲しいとか頭にきたというようなことを、相手に伝えたいわけですよね。申し訳ございませんと同じリアクションの謝りが返ってくると、申し訳ございませんって謝ればいいと思ってるでしょうなんていうことになりかねないということです。さあ、皆さんは謝罪の言葉っていくつ言えますか？申し訳ない以外にですよ。難しいですよね。ごめんなさいとかが出てくるかもしれませんが、ビジネスのシーンではごめんなさいとか、すいませんとかっていう謝り方をせずに、申し訳ございませんと謝るべきだと習いましたね。もちろんこの言葉だけでなく、いろんな言葉を知っておく必要があるでしょう。その他にもお詫びいたしますとか、ご迷惑をおかけいたしましたとか、お詫びの申し上げようもございませんなんていう謝り方もありますよね。こういった基本的な謝りの語句と、その前につける言葉なんかを組み合わせることでしっかりと伝えることもできそうですね。例えば、ご要望に添えずに申し訳ございませんとか、度重なる失礼をお許しくださいとか、お客様のお気持ちをお察しいたしますとお詫びの申し上げようもございませんとか、こんな風にいろいろなバリエーションを持っておくことが必要ですよね。聞いて、そうかそうか、分かったではなく、いつでもどんな状態でも使えるようにしておくことが必要です。日頃からいろんなパターンで謝るという訓練をしておく必要がありそうですね。そして2つ目は共感力です。叱られたり怒られたりした時に、その場から一刻も早く逃げてしまいたいという気持ちになりますよね。日頃、謝罪をする機会が少ない方、そういった業務についていない方などはですね、どうしても共感力が弱くなってしまいますし、また表情を表す申し訳ないの顔もできにくかったりするものです。人というのは、特に日本人というのは、目から入る情報が7割とも8割とも言われているんですよ。申し訳ないと謝ったからといってそれが全て相手に伝わっているかというと、それは1割から2割でしかないということなんです。申し訳ないという顔がどれだけできるかどうかというのはとても大切なポイントです。そしてなぜ相手がそこの部分でそんなに怒っているのか、なんで怒りをそんなに表すのかと、一歩気持ちの中に踏み込む勇気が必要だと思うんですよね。昔担当させていただいたケーキ屋さんでこんなことがありました。お客様が電話をかけてこられて、買ったケーキの中に髪の毛が入っているとお腹立ちのようなんですね。その店員さんは大変申し訳ございませんと謝った後、新しいものとすぐ交換いたしますという一見適切な処置を行ったように思います。しかしながら店員さんが新しいものと取り替えますよと言った途端、逆上されたんですね、お客様。
なぜかというと、そのケーキは子供さんの誕生日ケーキでした。お友達を呼んでパーティーに使う、そのケーキだったんですよね。子供のがっかりした表情を見たお母さんは我慢ができなくなってしまった。新しいものと取り替えられてもパーティーはもう終わっているということです。お母様のお気持ちを考えれば、新しいものと取り替えるより先に、なぜそんな風にクレームを言ってこられたのかを一歩踏み込む形で質問をする。どういったケーキだったのか、どういった用途にお使いになったのかと聞けば、取り替えるという言葉が正しい処置かどうかというのは一目瞭然ですよね。しかしながら、新しいものと取り替えて清潔なものと取り替えればいいのではないか、そんなふうに思ったかどうかは分かりませんけれども、やはりどうしても私たちはマニュアル通りに動きたくなってしまいます。一刻も早く叱られているこの現場から、逃げたいという心理が働くからなんですよね。さあ、そして3つ目は、これから言うABC のことについて気をつけながらお客様の話を聞きましょう。A、まずは事実関係がどうであるか。例えば先ほどお話をしたケースでは、ケーキに髪の毛が乗っていたということでしたね。B は感情を感じ取るです。お客様の声や態度、そして対面で接客をする場合であれば、その方の表情や身振り手振りなどを見て、どんなふうに思っていらっしゃるのかという心のあり方を感じ取るということです。そして C は、お客様が実際に今後どう保証をしてほしいか、どんなふうにしてほしいかというところを読み取るわけです。人間というのは必ずしもしてほしいことを言葉にするとは限らないんですね。例えば返金してほしいけれども、なかなか返金してほしいとは言いにくいような場合ですよね。こういったことを感じ取りながらお客様の話をお聞きする。時には話を聞いて共感をし、しっかりと丁寧に謝罪をするだけでお客様が納得される場合もとてもクレームの場合は多いんですね。クレーム対応と一言に言っても、申し訳ございませんと謝ればいいだけではないようですよね。私たちの会社、株式会社フェステラレンテでは、各企業や団体に講師を派遣しています。こういったクレーム対応においても研修を行っていますが、こういった基本的テクニックだけでなく、その会社に合ったロールプレイングを組み込むことで、より洗練された技術を身につけることができます。もしも皆さんの会社に研修が必要であれば、ぜひ概要欄からお問い合わせください。今日も最後までお付き合いをありがとうございます。それではまたお会いしましょう。